改めて思うけど、外国人は日本から出て行ってくれ。こういう投稿がスレッドでバズっていました。今日はね、このテーマについてお話ししていこうと思います。日本での外国人差別についてです。こんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with ヨンのヨンです。皆さん、お元気ですか？お元気ですか？なんか最近ね、ちょっと真面目に話すのがちょっと退屈になってきたので、こんな風にちょっとずつふざけながらね、ポッドキャスト皆さんにお届けしたいなと思っております。このチャンネルでは N2、N3 レベルの日本語で心がふっと軽くなるお話をお届けしています。私ちょっとルイボスティー飲みますね。前回のね、YouTube のアンケートでこの外国人差別のテーマについてみんなね気になるってことだったので、このことについて皆さんとシェアできたらいいなと思います。まず日本での外国人差別についてチャット GPT に聞いてみました。皆さんチャット GPT 使ってますか？それかジェミニ、どっち派ですか？ジェミニかチャット GPT。私は最近よくジェミニの方を使っているんですけど、理由はなんかチャット GPT より自分がもっと理解しやすいなと思ったし、なんかチャット GPT より正確な情報が多いなと思ったからです。でも今回はちょっとチャット GPT 使いました。皆さんも AI 何か使ってますか？もしよかったらコメント欄でシェアしてくださいね。チャット GPT に外国人への差別、日本での差別について聞くと、こんなことが返ってきました。外国人であることを理由に、例えばアパートを借りることができなかったり、マンションを買えなかったりすることだったり、あとはサービスが提供できないですよって言われたり、例えば髪の毛を切る美容室とか、車を借りるレンタカー屋さんとか、あとは働く上での差別もあるみたいです。外国人という理由で低い給料になったり、あとは役職、例えば部長とかね、そういうリーダーとかに上がれない、外国人であるという理由だけで上がれないこともあるみたいです。あとはヘイトスピーチ。ヘイトスピーチというのは特定の国に対する嫌な表現、ちょっとね、ネガティブな表現やインターネット上での書き込みのことのようです。はい。あとは日常生活において不当な言葉、なんか嫌な言葉をね、浴びせられたり、あとは偏見に基づいてなんか言われたりね。偏見っていうのはなんかちょっと偏っている、この目線でなんかこの国はこうだよねみたいな。皆さんも一つや二つ、私もあります。偏見あります。この国はこうだよねとかね、ああだよねとか、私もあります。こんな感じなんだけど、実は国としてもちょっと対策をしているみたいです。調べてみると、まずは働く上での法律の中に労働基準法というものが存在しています。労働基準法第3条では、国籍、信条、社会的身分を理由とする差別の取り扱いの禁止が明記されているようですね。なのでここでは国籍によって国籍とかねによって国が違うからっていう理由で差別してはいけないよということが書かれているみたいです。あとは日本の国としては1995年になんかあらゆる形のね差別をなくす努力を続けているこの人種差別撤廃条約というものに加入しているみたいです。はい。ということでね、あとは相談窓口も設けているようです。相談窓口、電話でね、なんかちょっとね、不当な嫌な差別を受けたりとかね、あとお給料がね、他の日本人より低かったりね、するときに、電話相談の窓口を国が作っているようです。
これは日本語じゃなくても大丈夫なようです。で、その AI が言ってるのは、私たちができることっていうことで、文化の多様性を認め、お互いの生活習慣を尊重し、同じ地域で暮らす一員として理解し合う姿勢が差別のない社会への第一歩ですと書いております。皆さんは差別が少しでもね、ちょっと減らすためには、どんなことが一番効果的だと思いますか？もしね、アイデアがある人は、私のコメント欄にシェアしてくださいね。そして、あとは、ヘイトスピーチ解消法っていうのもできたみたいですね。2016年に。これは、日本国外の出身の人、つまり外国人に対する嫌なね、悪口みたいなネガティブなことを言うのをやめようねっていう法律です。でも実はこの発言をしても、例えば逮捕されたりとか、あとはお金を払わないといけなかったりする法律はないんですよね。だからこの法律があるからといってみんなが言わなくなるというわけではないんですよね。だけどある地域では、例えば川崎市では2020年7月ヘイトスピーチに最大50万円の罰金を課すことを決めたようです。なので日本の国としては法律としてはあるけど、その罰金とかはないですよ。罰はないですよ。でもある一部の地域で、例えば川崎市とか大阪市、大阪府か、大阪では独自っていうのはその地域によって違うけど、そういう罰をね、その県とかで作っているみたいですね。県とかその地域でね、作っているようです。はい。こんなことがね、一般的に日本で起こっているようです。はい。で、ちなみになんですけど、私の経験上の差別的な経験でいくと、私はその韓国人のお父さんと日本人のお母さんの下で生まれた韓国と日本のハーフなんですよね。なので、日本でずっと25年間生きてきました。25年間の中で私が韓国の名前を使っているんですよね、日本で。なので小学生の時にやっぱり韓国人ってバレるじゃないですか、すぐに。それで嫌なことを言われたこともあったし、例えばこの竹島はどっちの領土だと思うって聞かれたこともあったし、韓国に関する悪口とかね、言われたこともありました。もちろんその時はとっても傷ついたし悲しかったけど、今はもう大人になったし、こういうことたくさん経験してきたから、どういうふうに自分が受け止めたらいいか。例えば私が今こんな韓国のね、悪口を言われたとしても、跳ね返す力ができた。例えば、韓国の悪口を言われたら、心が狭くて、いつもの日常に満足できてないのかなって思えるようになりました。もちろんちっちゃい頃は悲しかったけどね。私の友達の経験でいくと、私のね、その友達は、アフリカと日本のハーフなんですよね。アフリカと日本なので、やっぱり外見がね、違うわけですよ。肌の色が。私たちはちょっとこういう色だけど、アフリカの人って肌の色が黒っぽいじゃないですか。なので、その子もそういう黒っぽかったんですよね、肌の色が。なので、電車とかバスに乗ったら、すごく目立って、いろんな人にジロジロ見られたりして、あとは学校とかで嫌なこと言われたりとか、外見に関してね、したっていうのを小学生の時に聞いたことはありますし、その子はなんでこんな見た目に生まれちゃったんだろうって言ってました。そういう友達の経験とかね、私自身の経験も通して、なんとなく外国人って日本人とは違う存在なんだなっていうことを感じてました。ちっちゃい頃から。皆さんもし日本に住んでいる外国の方だったら、
なんかそういうね、ちょっと気持ち感じたことあるかもしれないですね。もしなんか差別だなと思ったりとか、なんかこれ嫌だなって思った経験がある方は、ぜひね、私のコメント欄でね、シェアして、少しでもね、ちょっと心が楽になったり、みんなとシェアすることで、なんか分かち合えたらいいなと思います。私のチャンネルは日本語を勉強している人が多いですし、日本に住んでいる外国人の人も多く見ているチャンネルになりますので、みんなでね、ちょっと心合わせて楽しくね、この動画のコメント欄でね、交流していただけたらなと思います。はい。では、なぜこんな差別がね、日本で起きているのかということについて、歴史的な背景、歴史的な面からちょっとお話できたらいいなと思います。ちょっとね、私なりに調べてみましたので、まず歴史についてなんですけど、日本は江戸時代という時代がね、あったんですよね。1800年代ぐらいなんですけど、その時に200年間ぐらい鎖国というものをしていました。鎖国というのは、他の国の人たちと日本が貿易をもうしないということです。貿易っていうのは、例えば物を売ったり買ったり、あとは人と交流したりね、したりするのをやめるということなんですけど、そういうことを200年間ぐらいしてました。まあ、一部できた、その貿易できた地域はあったんですよね。長崎の出島というところでね、それはできたんですけど、その国も限られていて、オランダと中国だけ貿易ができていました。今もその長崎の出島というところが残っていて、歴史的なね、ものが残っています。ハウステンボスとか有名なんだけどね、もしも長崎に行く機会がね、あったらね、ぜひね、出島にもね、行ってほしいなと思います。はい。で、鎖国をしていましたと。200年間。で、アメリカ人のペリーという人がやってきて、日本はね、これ以上ね、鎖国、他の国とね、貿易をしないならね、いけないよって言われて、仕方なく日本は他の国と貿易をするようになったそうです。そして、こんなね、200年間外国人と関わる機会がなかった日本なんですけど、それから貿易をし始めて、で、1900年代ぐらいになると、日本は第一次世界大戦とか第二次世界大戦に入るようになります。そして、アジアのね、国々を植民地にしていたこともありますよね。植民地にするとは、コロニー、つまりその国を日本の国が支配するという意味ですね。なので、日本とアジアの国々との間には悲しい記憶があったりしますよね。例えば、私のおじいちゃんも、韓国の方もね、韓国の方のおじいちゃんも、韓国のコッチュジャンが有名なスンちゃんというところの出身なんですけど、彼も日本に来て炭鉱で働いたことがあると私は聞いたこともあります。また、私の父、韓国人の私の父からもその歴史についてね、いろいろ聞いたこともあります。いろいろ教えてもらいました。日本で学ぶ歴史とお父さんから、韓国のお父さんから学ぶ歴史はちょっとね、違う部分もあるなと思って困惑したこともあります。困惑っていうのは、どっちが正しいのって思うことです。その歴史を聞いて正直ね、悲しい気持ちになったんですよね、その時はね。そういうこともあったし、あとは在日韓国人という言葉を聞いたことありますか？その韓国から昔ね、日本に渡ってきて日本に住んでいる人のことを在日韓国人と言いますが、在日韓国人に対する差別も過去に大きく問題になりました。例えば在日韓国人は結婚ができなかったり就職ができなかったりね、本当に
激しいね、差別を受けたと私は知っています。聞きました。あとはアイヌの民族に対する差別もあったようです。アイヌというのは北海道とかのね、東北の方の地域に住んでいた民族のことなんですけど、少数民族っていうんですかね、に対する差別もあったと聞いています。またね、いろんな他のね、差別もあると思うんだけど、そんな悲しいこともありましたよ。今はね、だんだんなくなっているみたいなんですけど、過去にはそういうこともありました。そうですね。みんなが気になるテーマっていうことで、このことをちょっとね、調べて話したりしたんだけど、私が皆さんとシェアしたいのは、日本では差別が多いんだと思って、怖いなと思って、日本に行きたくないなって思ってほしくないなと思っています。なんでかっていうと、例えばニュースとか SNS とか YouTube とかね、TikTok ってネガティブな情報がすごく流行りやすいし、バズりやすいんですよね。なので、そして私たちの人間の脳もネガティブなことに反応しやすくできているんですよね。なのでみんなもこのテーマについて気になったんだと思うんだけど、もしも日本語を勉強したいとか、日本に就職したいとかね、日本に住んでみたいとかね、いろんなことを思っていると思うんですよね。皆さんが日本に対して、あとは旅行したいとかね。その時にこの差別について頭をねいっぱいにするのはね、やめてほしいなと思います。もちろん日本に住むとこういうことがあるかもしれない。だけどこういうことばっかりじゃないと思います。例えばあなたの未来がすごく輝いたり、あなたの収入がとっても上がることもあるかもしれないし、日本の自然とか、あと歴史とかね、文化とかを知ってすごく感動するかもしれない。その感動の体験が自分の未来に何につながるかはわからないですけど、日本にはたくさんの素晴らしい文化とか人とかね、魅力たくさんあると思いますので、ぜひね、この差別的なことにね、ぜひとらわれずに、そして怖がらないでね、旅行したり、あとは勉強したり、就職したりね、あとは留学したりしに来てほしいなと私は心の底から思っています。そして差別する人だけではないですから、日本にいる人たちは。もちろん私のように外国人と関わることが大好きな人もたくさん住んでいますから、ぜひ怖がらずに、例えばね、やりたいことが日本であるとしたら飛び込んでほしい、と思っています。私がこのネガティブなね、この差別、日本での外国人差別というのをこのテーマについてシェアした理由は、私自身も外国人として日本に生きてきて、差別的なことで悲しんだこともあるんですよね。でも今こうやって日本で生きて快適にね、リラックスして生きれてるのは、やっぱり日本という国の中で差別的じゃない人たちの愛情もたくさん受けたからなんですよね。なので、ぜひ皆さんもね、怖がらずに日本に旅行したり、チャレンジして勇気を持ってね、来てほしいなと思います。そしてね、今日本に住んで働いている人とかもね、私のチャンネル見てくれているかもしれないですよね。そして留学している人もいるかもしれない。もし日本でもしね、そういう嫌なことを経験したりしたらちょっと悲しいですけど、そのことがあなたのことをもっと輝かせる材料になるかもしれないと思ってね、もし悲しすぎることがあったら私にねシェアしてもらっても大丈夫ですし、このチャンネルは皆さんのね味方ですので、もしね困ったこととかあったらね、コメント欄でね残していただけたら、みんなで解決したりとかね、共感したりして行きましょうね。私はいつも皆さんの味方ですし、こちらから愛を送ってます。はい。というわけで、今回のテーマを終えていきたいと思います。はい。
では最後にちょっと私話したいことあるんですけどいいですか？私最近ハマっていることがありまして、それは何かというとですね、フラワーのアレンジメントにハマっています。皆さんもハマっていることありますか？もしあったらシェアしてくださいね。そして私は温泉とかね、サウナも大好きです。花、温泉、フラワー、そしてコーヒー。あったらね、もう私の人生ね、もうね、リラックスしまくり、楽しい、そして快適だと思えるんですよね。皆さんもぜひね、日常の中でたくさんね、楽しいこととか、リラックスできること、自分が楽しいなと思うこと、没頭できること、没頭っていうのは入り込めるという意味ですけど、すごいね、そういうね、趣味を楽しんでほしいと思っています。ではね、最後までポッドキャスト聞いてくれて本当にありがとうございました。またね、次の動画でお会いしましょう。今週の1週間も皆さんにとってとってもハッピーで愛のあふれる1週間になりますように、こちらから願ってます。じゃあまたねー。バイバーイ。